こんにちは。今日は日本語で話してみたいと思います。なぜなら、今日の話は初めて日本に行った時の話であり、その時の気持ちを思い出しながら話したいからです。皆さんは人生で一番楽しかった時はいつですか？私も思い出してみると、いろんな瞬間が過ぎていきますが、普通はそんな気持ちは水分、あるいは長くても1か2日で過ぎ去ってしまうようです。ところが、そんなに早く終わる瞬間ではなく、なんと1ヶ月間ずっと楽しかった時がありました。それは姉と2人で1ヶ月間大阪で暮らした時です。お姉さんとは幼い時、仲がとっても悪かったです。赤ちゃんの頃から嫉妬が激しかった姉は、私が生まれてから私をあまりにも苦しめて、母は赤ん坊の私を抱きしめる時も、姉の機嫌を買わなければならなかったと言います。それで母はお姉さんがいない時にこっそり抱きしめてあげたそうです。幼い頃、母が姉がいない時に私を抱きしめて愛してると言ってくれたことを覚えています。そうしているうちに小学5学年になり、姉ですごく仲良くなりました。趣味も共有していつも一緒でした。外出的なお姉さんはインドア派の私をいつもあちこち連れて行きました。そして姉と私は夢のために一緒に日本留学を行くことに決めました。最初父が反対しましたが、母の説得で私たちは一緒に留学することができました。私たちは本格的な留学を行く前に、日本体験をしてみるために、大阪で1ヶ月間、語学研修をしてみることにしました。語学留学といっても、実質的には日本で1ヶ月生活に近かったです。ワクワクする気持ちで日本に到着し、韓国で学んだ言葉をたとたとして活用してみて浮かれていました。そして初めて割り当たられた寮に到着したが、8月の猛暑でエアコンは故障しており、網戸には穴が開いていました。蚊が飛び回ってじっとしていても汗がだらだら出るそこで、私たちは何か間違っていることを感じました。その日は週末だったので、月曜日までその寮で耐えれなければなりませんでした。その頃、韓国では映画パパミントキャンディ、パカスタンで主人公が叫ぶ、私帰るというセリフが流行語の一つでしたが、姉と私もその姿のように窓に向かって、私帰るわと叫びました。缶にいっぱい刺された後、月曜日学校に講義をし、私たちは幸いにも他の部屋を割り当てられることができました。私たちは恨みがこもったように部屋に入ってすぐエアコンをフルパワーでつけました。あっという間に小さな部屋が氷のように冷たくなりました。畳の部屋に寝転んだ私たち二人は、やっと無事に到着したという安堵感を感じました。この前の映像で私が一番好きな食べ物が寿司だと言いましたが、大阪にいた時も同じでした。まとにも寿司屋に劣らないクオリティの寿司が並んでいたし、私たちはほとんど毎日一食は寿司を食べたようです。そしてお姉さんと一緒にレコード店に寄った時は、シンワとボアのアルバムを見つけて嬉しかったです。当時は今のように K-POP が大きな人気を得る前だったので、何か他国で見つけた国内歌手のアルバムが嬉しかったし、愛国心が湧いてくるような気分でした。さらに当時私は神話に好感を持っていたのでアルバムを購入しました。その日は本当に楽しい日として記憶に残っています。バンバン出てくる涼しいエアコンの風、大好きな歌手の音楽をかけて、夕食には美味しい寿司、天国が他にありませんでした。家から持ってきたステージのアルバムまで聴きながら、姉と私はダンスまで踊りました。
当時が2001年だったのですが、面白いのは当時同居に夫がちょうど日本で留学を始めたばかりだということです。主人は私より半学期先に留学して、夏に東京で暮らし始めたそうです。そのように私は大阪で、夫は東京で、同じようにテレビ番組であるカウントダウン TV を視聴していたことを知って面白かったです。そして私は当時、学校の授業を終えて小説を書き始めました。私が活動していたソテージファンクラブに載せるファンフィクでした。学校以外はパソコンを使うことができず、当時はスマートフォンもなかった時代だったから、家では鉛筆で小説を作成し、学校のコンピュータ室でインターネットを使って小説を書き写さなければなりませんでした。何かを創作したことは多かったんですが、あの時のように盛り上がって書き下ろしたことはほとんどなかったです。小説を書きながら自分でも面白くてドパミンが爆発し、その分反応もとても良かったです。そのように勉強もして作文もする中で、重要な私の興味は写真撮影でした。当時姉は人生で最も人気があった時期だったから、それだけたくさんの写真を残そうとしました。私たち二人は時間が残るたびに外を歩き回って写真を残しました。奈良や神戸、京都など二人で毎日大阪近郊を横断しました。私は自然風景にあまりに感動を感じない方ですが、京都の金閣寺は本当に美しいと感じました。そして同時できたばかりのユニバーサル・スタジオに行くことになりました。スリル満点のアトラクションはありませんでしたが、見どころが本当に多く、すべての背景がフォトジョンでした。そこで私たちはフィルムをなんと交通ぐらい使いました。また、海の日なので花火大会にも参加しました。花火は時々六三ビルで行われるのを遠くから見た経験しかなかったが、目の前で爆発する花火がリアルで、花火が感動を与えることができるということを感じました。このように私たちは初めて両親を離れ、一番気が合う二人で2ヶ月間を過ごしました。姉も私もいつも人生で一番楽しかった時期が大阪での2ヶ月生活だと言ったりします。姉は私が結婚して海外に出て住むようになった時に言いました。必ず7年以内には韓国に帰ってきなさいと。それが姉が許した私の結婚条件でしたが、その約束は守れませんでした。お姉さんと近くに住んで毎日のようにおしゃべりして、一緒に買い物もしたんですが、むしろ私たちは他の姉妹よりも遠く離れて他の国に住んでいます。でも、いつかは近くに住んで同じ時間を過ごせると思います。今日はちょっと短い話をしてみました。また今度話しに来ます。バイバイ。うーん。なんでなんでピーナッツの味じゃん。ピーナッツの味じゃない。あれじゃん。チョコだ。チョコのこの中にあれが。抹茶じゃない。これピスタチオだよ。特別のがないの。うん。うん。